おはようございます。たかしです。本日は12月4日水曜日、ただいま8時16分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日ポンド円冷やしは一応陽線ですね。過去はずっとここ連続の陰線。ここに一度陽線を挟んでますが、連続陰線で下落してきて、昨日ようやくまた一本陽線が出てきたというところですね。ただ、基本的に過去もここ出てますけれども、今回もここ一旦の陽線で終わって、ここから本日また下がっていくということも考えられますので、そこはご注意ください。ストキャスティクスは安値圏にありますので、やはり一旦の上昇方向は見ておきたいんですね。ここからの反発上昇ですね。それがどこまで上昇していけるのかっていうところを見ておくといいと思います。本日も基本的には上値は重いと思いますので、あまりどんどん上昇するというイメージは持たない方がいいですね。では4時間足です。4時間足を見ているとずーっと下落トレンドですよね。こんな感じで綺麗に下落トレンドを描いているのがわかります。昨日もこういうイメージをお話ししていたと思いますが、ちょうどそんなイメージ通りに下落をしてきました。ですので本日も同じように、今のところ GMMA の赤帯付近でずっと下落してきてますよね。ということはそろそろこの辺りから下落方向に向かいやすいのかなというところは考えておいてください。ただ、現在4時間足、ストキャスティクスは上昇中ですので、もしかすると、この昨日の高値を上抜けてくると、4時間足の GMMA 付近、この辺りですね、191円台ぐらいまで、その辺りまでの上昇の可能性も考えておきたいです。ただ、上抜けてきた場合ですね、今黄色のゾーンがありますが、これ過去の安値になってくるんですね。サポートゾーンだったところなんですが、そこを今下抜けてきてますので、当然ここからこの黄色のゾーンからの下落っていうところも考えられますし、この黄色のゾーン上抜けてもすぐに日足のトレンドラインがありますし、GMMA があるしっていうところで、やはり抵抗となるポイントが多いので、上昇方向にトレードしようと考えている方はご注意ください。基本的には今下落トレンド中ですので、この下落の流れに沿っておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足も綺麗に下落トレンドですよね。こんな感じで下落トレンドを描いてますので、昨日もそのイメージ通りに下落したっていう感じ。そして今ここからもこういう動き方をするのかどうかっていうところを見ておいてください。GMMA の青帯に接触して下落っていうのを過去何度も繰り返しておりますので、現在も GMMA の青帯に接触してきました。ここから下落するのか、それとも GMMA を上抜けてくるのかというところに注目。ただし先ほど言ったように上抜けてもすぐに抵抗となるラインがいくつもありますので、ちょっとその辺は注意ですね。GMMA 上抜けたと思って騙しでズドンって下がるみたいな、こういう動き方をする可能性がありますので、そこはご注意ください。ただですね、直近の戻り高値がここですよね。昨日の高値になりますので、ここ上抜けてくると、そこからは上昇しやすくなると思いますけれども、やはりこういう抵抗となるラインがありますので、そこで大きく下落する可能性もあるし、この直近の戻り高値上抜けたと思って、そこから上昇すると見せかけて、そこが騙しになってズドンって下がるっていうこともあるので、その辺、この騙しにはご注意ください。では、ドル円を見ていきましょう。ドル円も一緒ですね。ここのところ連続の陰線でずーっと下がってきました。そしてようやく昨日、この昨日とか一昨日の動きを見ていると、下げ止まりを作っているのかなというところですね。ストキャスティクスも安値圏ですので、ここから反発の上昇、一旦の上昇方向の動きは見ておいてください。では、4時間足です。ポンド円と似たような形ですよね。綺麗に下落トレンドを作ってますので、基本的にはこの下落トレンドが続いていくという考え方を持っておく。そしてこの下落トレンドを崩してくれば、そこから上昇方向に向かいやすいんですが、インジケーターは方向感がありません。現在は GMMA の赤帯で綺麗に下落してきておりますので、ここを超えてくるとこの青帯ぐらいまで、この辺りまでと考えますので、151円から152円手前ぐらいまで、その辺りまでの上昇の可能性が考えられます。本日はこの昨日安値付近で下げ止まるかどうかっていうところに注目です。では、1時間足です。1時間足水平線が結構綺麗に意識されてますよね。この辺意識されているし、この白い水平線も意識されてます。本日このまま上昇してくればここですね。150.2 というこの辺り、この赤い水平線、ここが意識されてくると思いますので、その辺も見ておくといいと思います。トレーディングビューアラート設定できますので、アラート仕掛けるのであれば昨日の安値、そしてこの直近の戻り高値、この辺りにアラートを仕掛けておく。そこを抜けた方についていくっていう、そういう考え方を持っておくと分かりやすいと思います。基本は今 GMMA の青帯に沿ってこうやってずーっと下落してきてますよね。ということは今 GMMA の青帯に接触してきているので、ここから下落していくのか。もし下落するのであれば昨日の安値を超えてこれるのか。超えられないのであれば昨日の安値でのこういうダブルボトムでの上昇もイメージできますので、その辺の動きを見ておく。そしてこのまま上昇していった場合は、昨日の高値を超えられるかですね。この赤い水平線、ここ 150.2 というところを超えられるかどうかっていうところを見ておくと、トレードの方向がわかりやすいと思います。
トレーディングビューまだご利用でない方は概要欄に URL を載せておきます。無料で登録できますし、使いやすいチャートですので、まだの方は一度無料登録してみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランもご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。